小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。小松です。今回もまた新企画、すぐみでプラモデル制作シリーズです。最近のキットは非常にレベルが高く、色分けがされているキットも多いので、塗装レス、墨入れ艶消しのみでサクッと作品を作ってみたいと思います。記念すべき第1回は、テレビアニメが始まった宇宙戦艦ヤマト2202から、ヤマトを作ります。制作を進めていきます。パッケージイラスト、秀逸ですね。ジオラマにしたいと思ってしまうところですが、この企画の趣旨に反するので、我慢して進めていきたいと思います。キットはヤマトとメカコレ、ユウナギが付属していますが、今回はヤマトだけ作ります。時間があれば作るかもしれません。まずは袋から全てパーツを取り出します。モールドは深すぎず浅すぎず、ちょうどいい感じですね。早速台座から製作していきます。塗装せず、艶消しだけなので、ゲート処理は慎重に進めます。棒やすりで軽く削り、スポンジやすりで仕上げ。白くなっていますが、艶消しを吹けばわからなくなります。船体を支える支柱も同様にパーツ処理を進めます。台座、できました。ちょっと引けとか気になるけど気にしちゃダメなんだぜ。引き続いて船体の組み立てを行います。内部構造は見えないところなのでゲート処理は棒やすりのみ。このキットは波動砲などを LED で光らせることができるようです。クリアパーツを埋め込むだけなので簡単。パーツのはめ込みも抜群で、接着剤いらずですね。LED ユニットはすでに組まれたものに電池蓋をビス止めするだけです。固定用の枠を LED ユニットに取り付けて、先ほど製作した骨組みに埋め込みます。骨組みができました。骨組みに船体を取り付けていきます。組み立てて見えなくなるところは棒やすりのみでゲート処理。見えるところはスポンジやすりで仕上げます。パーツを取り付けます。段差もほとんどなく、愛はバッチリのようです。船体側壁を取り付けると少しずつヤマトっぽさが出てきました。側壁パーツも切り出して取り付けていきます。艦首はスライド金型による一体成形。艦船モデルによくある左右分割ではないので、隙間埋め不要なのは嬉しいですね。バルパスバウも艦首同様のスライド金型による一体成形になってます。ちょっとゲートが太いので跡が残らないよう、ニッパー2度切り、アートナイフで湯口を処理した後、スポンジやすりで処理しました。船体後部を組み立てます。ゲート跡が見えるところは白くならないよう気をつけて処理。エンジンの発光は別売の発光ユニットが必要なので今回は搭載しませんが、気が変わった時のことを考えて、導行ピースなどのパーツは組み込んでおきます。
後部側壁も組み立て。甲板パーツも切り離しました。甲板パーツはさすがに茶色じゃないんですね。デカールなども付属しないので悩みましたが今回はそのまま使うことにします。甲板後部も組み上がり、形になってきました。エンジンパーツを組み立てます。ゲートとモールドが被っているので注意。クリアパーツはちゃんとオレンジクリアが用意されているので、エンジンのオレンジ発光が塗装レスで再現できるようになっています。後部船体はスライドしてはめ込む構成です。甲板パーツを組み立てます。はめ込みですが、ちょっと入れづらかったです。側壁を接着する前に甲板も取り付ける方がいいようです。さて、墨入れですが水筆という商品にタミヤの墨を入れると便利です。この商品は持ち手の部分に水を入れられるようになっているので、そこに墨を入れてやります。墨を入れる際には注射器を使って入れました。こうすると筆に墨を含ませる作業が省略できるので、作業がだいぶ楽になると思います。あまり持ち手の部分を押しすぎると墨が出すぎるので注意が必要ですが、追加の筋彫りは一切やっていませんがちゃんと流れてくれてます。墨が乾燥したらエナメルシンナーと綿棒で余分を除去します。今回はガイアノーツのエナメルシンナーを使いました。必要な墨も除去してしまわないよう、軽めに力を入れて拭き取ります。ちなみに墨入れはエナメルで行っていますがプラパーツに直接行うと、細いリブなどは簡単に割れてしまうので、全て組み終わった状態ではなく、組み立てながら適宜墨入れを行っています。特に可動部などは墨が入り込んでプラに浸透、崩れてしまうので、可動部分はできる限りバラバラの状態で墨入れをした方がいいです。エンジンパーツを組み立てます。このゲートも結構太いので白くならないよう注意して処理します。第3環境を組み立てます。トメルの自爆で爆散したり、酸の海に落ちたりと絶対配属されたくない区画ですな。船体同様に水筆で墨入れを行います。乾燥後に綿棒で余分を除去しました。中央構造物を作っていきます。まずは中央甲板の作成。引き続き煙突の作成です。まあ、ヤマトの場合は煙突ミサイルですけどね。
羽、パーツなども取り付けてしまいます。ミサイルポッドの取り付け。細かいパーツもちゃんと再現されています。ここで中央構造物の墨入れを行います。尖ったパーツが多いので注意しながら余分な墨を除去。環境の組み立てに入ります。環境は前後組み合わせの構造になっており、環境窓はクリアパーツを中に入れる構成になっています。墨入れや艶消しと掃除に汚してしまうとまずいので中央構造物に組み付けず、別パーツにして最後に組み立てることにします。環境前側のパーツを墨入れします。環境後部パーツも同様に墨入れを行います。みんな大好き、四方の製作を行います。パーツをすべて切り離し、ゲート処理を行います。方針の数が多いので大変。このキットの方針は先に砲塔を製作してから、後で取り付けることができます。方針も組んでみましたが後ほど取り外して墨入れを別で行います。一緒に墨入れをするとエナメル溶剤が中まで入り込んで、可動部を割ってしまうので、別々に作業することをお勧めします。四方を取り外し、墨入れを行います。四方可動部にエナメルが入らないよう、注意して作業をします。四方は一本一本墨入れ。墨入れが終わったら、再度取り付けて完成です。大和って砲塔小さいな。副砲も同様に組み立てます。エンジンノズルなども墨入れを行ったので船体に取り付けます。機銃パーツを組み立てます。大和ほどではないですが、同じパーツを何個も作るのはなかなか大変。墨入れは固定するのが難しかったので船体に取り付けをして行いました。パーツの取り付けを終えたので、デカールを貼ります。デカールはハサミで全て切り離して、切手を貼るときに使うスポンジの上に置くと扱いが楽です。デカールを貼るところにマークセッターを塗ってから、台紙からスライドさせて貼ります。セッターにはデカール軟化剤が入っているので、手早く位置を修正して乾燥させます。デカールが乾燥したら艶消しクリアを塗装。別で艶消しを吹いた四方、副方を取り付けます。環境はクリアパーツの窓をはめ込み、
後部パーツを組み立てます。環境室のクリアパーツも取り付ければ環境完成。台座にも艶消しを吹きました。最後にネームプレートを貼って完成です。今回は墨入れと艶消し塗装のみで作ってみました。お手軽製作の割には大変満足度の高い完成度。さすがバンダイのキットですね。こだわった作品を作るのもいいんですが、1週間程度で完成できるお手軽製作もなかなか良いものです。制作に行き詰まったりするとこんな感じで作品を作ったりしているので、また需要があれば制作動画を上げたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。最後に後だべりがあるので、よかったら最後まで見てくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。前回から動画投稿が遅くなって申し訳ない。ふみな制作動画を上げてから1ヶ月も放置するとは。嘘だろお前。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。ちょっとシンガポール行ったりしてましてね。ついに YouTuber として人生を謳歌できるようになったんだね。まあ、課題対策っていう名の楽しい旅行でしたね。写真が3枚しかなかった段階で察し。さて、今回のお気楽制作動画、どうでしたかね。たまに作るので、評判が良ければまた時々動画を上げる方向で、やりたいと思っていますよ。ふみなの続編だと思っていた人を怒らせること間違いなし。ふみなは必要な材料を揃えるのに少し時間がかかっているので、ちょっと待ってね。後で港南行ってくる。漂う関西州。関西はいいぞ。伊丹空港に到着した時の帰ってきた感。静岡県民の小松は関西に染まってしまったようです。やっぱ好きやねん。よかったら腰つべの方はチャンネル登録。ニコニコ動画の方はフォローお願いします。登録は慎重に、ね。そんなこと言ったら登録してくれないじゃん。小松の最新制作状況や作品展示情報などは、小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は、秘境屋のツイッターを見てね。